はい、今回はこの90年代前半に登場したリバティエンペラーを現在のシャーシやパーツも利用してかっこよく改造していきます。フルカウルミニ四駆のマグナムセイバーよりも少し早生まれで、ボディの軽さや台形ホイールも使用できることから当時お世話になったレーサーも多いと思います。ちなみに今回使うのは再販されたプレミアム版になります。このスーパー2シャーシはカラーバリエーションの多さが魅力の一つで、今回それも活かしたいと思ってるんですけど、スーパー1シャーシのコンパクトな形を継いでいるので、この小さなシャーシをいかに見せに行くかが見どころになると思います。ボディが黒になったブラックスペシャルとゲームセンターのプライズミニ四駆で赤、オレンジ、青とスモークだったかな。そういう感じでリバティエンペラー自体のカラーバリエーションも多いので、どれとも被らないように気を使いました。肉抜き以外にモーターの上にあるインテークの厚さを薄くしてボディにフィットさせたのと、加工前加工後っていう感じで、比べると少し下がったのが分かりやすいと思うんですけど、あとこういう感じで後ろの丸い部分を切って少しだけ形状を変えてます。スーパー2シャーシのボディキャッチは小型で比較的手を加えやすい形をしているので、今回プラ板でディテールを追加してます。使ってるプラ板は 0.5mm 厚ですね。こういう風にニッパーで甘噛みして少しずつ折り曲げて形を合わせてますね。で、同じものを2枚重ねてボディキャッチを囲う形で接着してます。プラ板を接着する時の注意点なんですけど、今回の場合プラ板が PS 樹脂、ポリスチレンですね。でボディキャッチが ABS 樹脂なんですね。そこで樹脂の種類を問わずに使える、樹脂を含んでいないタイプの接着剤を使用します。最近は主にこの3種類の接着剤を使ってます。PS 用、ABS 用と今回の無樹脂のタイプ、左側のものですね。このクレオスさんのミスターセメントスーパーパワーっていうものなんですが、さらっとしている流し込んで使うタイプの接着剤で、とにかく乾燥が早いんですね。なので多めに流し込んですぐに圧着っていう、使い勝手が他と違うので扱いに慣れが必要かなっていうのが第一印象ですね。持っていて便利なものではあるので接着手段の一つとしても、こういうものがあるっていうことで覚えておくといいと思います。
あまり凝ったものではないんですけど、ボディの形に合わせてこんな囲いをボディキャッチにつけてみました。ミニ四駆のキットについているホイールの素材は主に PP が使われていますが、この素材って塗料ののりが悪いのでプライマーっていう下塗りの塗料で食いつきを良くします。僕は主にミスタープライマーサーフェイサーを使ってます。あとは出番は減りましたが、缶スプレーの PPO プライマーを使うこともありますね。ミスタープライマーサーフェイサーを優先している理由としては、もともとホイールみたいな入り組んだ形をしているパーツに対して缶スプレーでまんべんなく綺麗に吹きつけるのって無理があるなって思ってたんですね。じゃあこのプライマーサーフェイサーって PP 素材には効果が出ないものなのかと思って下塗りに使って塗装してみたら、塗膜の強度自体は PPO プライマーを使った場合とあまり変わらなかったんですよね。そこが大差ないならエアブラシで拭きやすいプライマーサーフェイサーでいいかなって思ったのと、これ比べてみた僕の感覚なんですが、プライマーサーフェイサーがどうっていうより PPO プライマー、タミヤさんですよねとクレオスさんのミスターカラーの相性が良くないんじゃないかっていうのがあって、そこを疑うというか、そう考えるようになってからメーカー統一っていうことでミスタープライマーサーフェイサーを使うことが多くなってますね。あと PP って伸びやすい素材なので、シャフトを刺すことで特に軸周りは形が変わるんですね。なので一度シャフトをちゃんと差し込んで形が変わった状態のものを塗装する方が塗膜の剥がれは軽減できます。それつながりでホイールの素材を変えるっていう手もあって、割と手に入りやすいものだと、例えば V マグナムプレミアムに使われている PA プラス GF っていう混合素材のホイールがあるんですけど、これなんかは PP 素材に比べて塗料ののりがいいんですね。ファイヤースティンガー編でこのホイール塗装してるんですけど、強化素材っていうだけあって硬さと適度なざらつきのおかげで、塗装しやすく感じるのと、明るい色を塗りたい場合に融通が利く白で、真っ白ではなくてアイボリーっていう感じの色なんですが、この薄い色もなかなかナイスですね。ホイールに関しては塗装しなくても最近は色やデザインも多いので、今回のシャーシと同じように似合うもの選びを楽しむのもいいと思いますね。サーフェイサーの上からライトグレーは動画上色味が分かりづらいんですが、クールホワイトと並べると、これくらいのグレーだっていうのは分かりやすいと思います。塗り終えた時にサーフェイサーよりも少し明るいグレーだっていうのが確認できるかどうかがちょっと微妙なんですけど、それぐらいのグレーですね。ホイール以外のボディやシャーシに使うサーフェイサーは、加工を終えた時点での表面のコンディションで使うサーフェイサーを決めてます。これどういうことかというと、ミニ四駆ってプラモデルの中でも頻繁に触る部類だと思うんですね。持ち歩いたりパーツをつけたり、バッテリーを交換したりとか、なので個人的にはボディのサーフェイサーにもプライマー7が欲しいとは思っていて、さっきと同じプライマーサーフェイサーで事足りればいいんですが、このプライマーサーフェイサーって細かい傷を埋めるとか発見するみたいなサーフェイサー本来の機能は少し落ちるっていう特徴があって、ボディ表面のコンディションを見てどの程度サーフェイサーの機能が必要かっていう判断をしてるんですね。
で、結果今回の場合、プライマーサーフェイサーと1200番サーフェイサーを半々で割ったものを使ってます。1200番のサーフェイサーでサーフェイサーの機能を補ったっていうものですね。そんな事情でプライマーサーフェイサーを使うこともあれば、とにかくサーフェイサー機能優先で1000番や1200番のサーフェイサーをそのまま使うこともありますね。
今回艶出しはアバンテ M2 の時なんかと同じようにステッカーを貼り終えた後にスーパークリアでコートしてます。これホイールベースが同じで、台形ローハイトタイヤと全体のシルエットからデクロスみたいなノリで組んだリバティエンペラーっていう仕上がりになりましたね。